はい、どうもこんにちは、けんゆうです。今日はですね、8月26日なんですけれども、接ぎ木苗のですね、1年半の様子をシェアしていきたいと思います。はい。で、アボカド栽培したいよという方はですね、種を植えて、おそらくですね、どこかのタイミングで接ぎ木をすると思うんですけれども、こういうふうに露地栽培ですね、オープンスペースで、未生苗を育てて、そこから、接ぎ木をした後のですね、状況、というものをですね、定期的にですね、こうレポートしているわけなんですけれども、今回はですね、昨年の3月から5月くらいにですね、接ぎ木をしたもの、の報告になります。だいたいですね15ヶ月から17ヶ月くらいの、状態の苗をですね、今回シェアしていきたいなと思います。で、実際にですね、接ぎ木をして、花がついたのかつかなかったのか、そして、花がつかなかった原因は何なのかっていうことをですね、若干考察していきたいと思います。ではね、今回も楽しんでご覧いただけたらと思います。どうぞ。それでは1本目ですね、接ぎ木した様子詳しく紹介します。でこちらはですね2020年3月なので4ヶ月前ぐらいに接ぎ木を行っております。はい。腹継ぎという方法で、継ぎました。第一関節くらいの穂木を使った、と記憶しているんですけれども、かなりですねサイズが、径の太さがね大きく太くなっております。こちらはですね5月4日、ゴールデンウィークに、接ぎ木をしたアボカドです。はい、こちらもですね腹継ぎと高継ぎを行っております。腹継ぎとすみません切り継ぎですね、切り継ぎも成功しているんですけれども、こちら、きちんと芽吹いているんですけれども、横から腹継ぎをしたものの方が、勢いが大きく、伸長しております。発達がしてないと思うんですけれども、3月かな、もう1回3月に、失敗して5月にもう1回継いだような気がします。はい。細い枝に継いで、これは切り継ぎという方法で継いでおります。径はね小指左右にわわっと出ているので、これはですね、水平誘引、排状系に仕立てたいと思います。一番サイズが大きい接ぎ木が成功した木が、こちらですね。水平誘引の方を、ペットボトルで、誘引をしております。これね非常に便利なので、また、木の紹介が終わった後に、なんでこのペットボトルを、使うのかということについてもね、詳しく解説をしていきたいと思います。接ぎ木継いだところですね、そちらを、少し見ていきたいと思います。で、こちらもですね腹継ぎですね。これは切り継ぎではなく、腹継ぎといった方法で、継いでおります。きちんと活着が確認できると思います。はい、こんなような感じですね。はい。でまず、先にですね、こいつからいこうかな。2月なんですけれども、どのくらいかな、9ヶ月か。はい。今はまだ9ヶ月しか、経っていないんですけれども、かなり花芽の展開が大きいですね。で接ぎ木の場所がですね、ちょっと見たい人もいると思うので、紹介しておくと、腹継ぎで継いで、これがね、この太い幹に継ぐやり方ですね。これでやりました。はい。これもね接ぎ木です。はい。何回か、動画で紹介しているんですけど、これは3月に、継いでおりますね。これもカビラ系の、品種でした。花芽がついてますね。やっぱりきちんと充実した穂木を使うとですね、どの状態でも花芽がつきますね。はい。こちらも接ぎ木ですね。これは切り継ぎで継ぎました。で穂木も、少しまだ、細かったんですけれども、かなりいい感じに、発育しております。かなり活着して、で穂木の太さもかなり太くなってます。で、穂木がですねこのくらいだったんです。本当に親指のこの第一関節くらいだったんですけど、一つの芽からぶわっと出てきましたね。でもう一つ、最後の木ですね、こちらも接ぎ木をして、これは腹継ぎという方法で、継いだんですけれども、まだ1年経っていないような気がします。これも3月に継いだので11ヶ月くらいですかね。はい、ここですね。かなり活着が進んで、大きくなっておりますね。いい感じです。はい。で一時はですねこう冬くらいにですね風が強いここ強くて、で枝がこう弱っていたんですけど、かなり回復してきましたね。でやっぱ被害はですね日焼けですね、エカキムシからの日焼けという感じで、そういった症状しか見られないんですけれども、かなり枝も、十分元気がよく、はい、上に伸びております。2メートル30くらいになって、結構そこそこ高いぐらいになっております。で、
こちらはですね、前回その、摘果といって小さすぎるので、花を落としました。で、花を落とした結果ですね、新芽がですね、新芽の成長がかなりいい感じになってきておりますね。この赤い葉っぱが、新芽です。はい。で、新芽は基本的に赤くなる、ことが多いです。これはね、葉っぱが弱いので、アントシアニンっていってね、太陽光から身を守るための、反応とかですね、そういったことが言われております。はい。で、節々からですね、花芽がまた出てくるので、こういうのは取ります。こちらがですね、接ぎ木苗ですね。去年ついたやつなんですけれども、バッタが去年ついたやつなんですけれども、かなりたくさん花芽をつけて、収穫がねできると思います。今年はこれから 2,3 個ね取れると思います。はい。では、こちらも、花を全部、摘んだものですね。はい。では最後にですね、うちのシンボルツリーを、少し紹介したいなと。で、毎月ですね、アボカドの成長レポート、というものを、YouTube 上でアップしているので、こういった接ぎ木苗はですね、毎月見てるよっていう方はね、本当にありがたいんですけれども、今回初めて見たよっていう方のために、少しだけですね、今回接ぎ木編として、詳しくお話ししたいと思います。で、この今回紹介するのは5本ですね。で、接ぎ木本当にたくさんやったんですけれども、ここがですね、毎月取っているので、ここを中心的に移しております。で、接ぎ木苗ですね。で、接ぎ木苗、向こうですね。で、こっちも接ぎ木苗になります。はい、西インド諸島系の接ぎ法をですね、継いでおります。で、こちらですね、継いでまだ1年と、4ヶ月くらいかな。そのぐらいしか経っておりません。で、継いだ場所がどこかというとですね、ちょっと待ってくださいね。継いだ場所がですね、見えましたね。継いだ場所がここですね。これが苗木で、継ぎ木ってね、継ぐと変な方向にね、いきなりこう枝が走るんですけど、ちょっと待ってね、見えにくいかな。見ました。はい。ちょっとどうせ混み合うので下の部分は切ります。はい。で、無剪定放任栽培なんですけど、こういった状況では、切ってもいいかなと、思ってます。接ぎ木をですね、ここにやりました。芽が2つあってですね、ここ側とここ側にですね、大きくなっていっております。で、これね、確か腹継ぎで継いだと思います。はい、覚えてあんまり記憶がないんですけれども、これが接ぎ木ですね。で、経緯とですね、この苗木の経緯と、穂木の経緯がですね、どんどんこう同じような感じになってくるんですよね。面白いですよね。はい。で、他にもですね、接ぎ木のメカニズムとか紹介した動画がありますので、そちらの方をご覧いただきたいなと思うんですけれども、こういった感じですね。で、こちらの木はですね、花は咲いたんですけれども、小さい段階で摘みました。はい。なので、今は花は咲いていないです。これがですね、毎月、出ている、接ぎ木の木ですね。かなり大きいですね。これもね、果実が一応ついてるんですよね。1、2、もう2つか。前回ですね、8個ぐらい収穫したので、2つですけど、ちょっと見てみますか。ちょっと見てみますか。ないんですよね。これですね。これはカビラ緑ですね。ついてます。はい。こっちにも1個ありますね。これが接ぎ木が、何年かな。接ぎ木が去年の3月にこれ継いだので、これが1年と5ヶ月ですね。こんな感じになります。で、どこ継いだのかっていうとですね、もうこれ1本になってますね。はい。この辺に継いだんですけど、1本になってますね。はい。で、これ途中までね、水平誘引してたんですけど、やめました。はい。向こうがですね、ちっちゃかったんですけど、これもね、花咲いてたんですけど、摘んだんですよね。接ぎ木をするとやっぱりね、花を咲くっていう行為を覚えているので、継いだ年にですね、花芽が形成されるっていうのがよくあります。はい。で、これも見にくいな。ちょっと待ってくださいね。いろいろとじゃないですけど、はい、これも継いだ場所がもうなくなってますけれども、一応継ぎました。はい。次行こうか。
であと2本がですね、ちょっとこれが未生ですけど、これ未生で、これもね昨年継いだんですけれどもね、はい、ちょっと見ていきましょうか。もうこれもわからんくなってるなわからんくなってるな、だいぶわからんくなってるな。おそらくここでしょうね。この辺で継いでバーッと伸びていってるんでしょうね。継いだら継いだ後が、こういう風に出てくるので、分かりやすいですけど、これもですね主観立ちになりそうな感じがあります。はい、これは花がね咲かなかったですね。で最後、こちらですね。これ非常にね背丈が大きくなってるんですけれども、これもね接ぎ木です。はい、ちょっと継ぎ目見ましょうか。はい、こんな感じですね。はい、かなり大きくなってます。接ぎ木のね、腹継ぎでやったんですけれども、非常に大きいですね。うわ、もうやばいですねこれはこれもね花咲くと思ったんですけどね、花咲かなかったですね。そういうことでしょうね。はい、いかがだったでしょうか。過去の動画ですね見ていただいたかと思います。で毎月レポートしているアボカドの木の様子からですね、抜粋したものも一部ですねあったのかもしれないです。で、当初ですね、接ぎ木後、3ヶ月くらいはですねしっかり枝の管理、というものをしておりました。管理と言われるものでもないですけれども、枝がですね、水平誘引といってペットボトルで誘引引っ張ってですね、高くならないように上に行かないようにっていう栽培をやっておりました。はい、でこれをですねだいたい5ヶ月ぐらいからですねやめて、自然解調系かな、そういう感じの、樹形に直しております。今はですね、主観をですね、尊重して、自然にですね接ぎ木ですけれども、栽培というか育てております。木を一番最初はですね大きくして、でやっぱりですね木が大きくなると葉っぱの枚数も増えますから、この葉っぱの枚数でですねきちんと光合成をして、木を、きちんとまず最初作ってもらう。そこからですね、接ぎ木の場合は花が咲きますので、いずれね咲きますので、1年とか2年後に咲くので、その時に、向けてですね木をまず大きくしようということで、摘果もですねやっております。で水平誘引をやめた、一番の理由はですね、花芽の誘導をまず目的にしていたんですけれども、花芽の誘導がどうやらですね水平誘引じゃなくても大丈夫じゃないかっていうこと、をですね考えて、水平誘引をやめたっていうのがですねあります。はい、花芽の誘導をですねやっぱり早くしたいっていうのが、人間の欲求なんですよね。栽培者さんのやっぱり果実を食べたいっていうのがあるので、こういう時どうするかなんですけれども、一番はですね今のところ、環状白皮、がいいのかなと思っております。過去の動画でもあるので、ぜひ見ていただけたらいいのかなと思うんですけれども、それですね、論文を読んでもですね環状白皮をした未生、と環状白皮をしてない未生ですねいろいろ調べてやった結果ですね、環状白皮をした方がですねこう1年とか、1年半とか、開花結実が早かったよっていう研究が多くあってですね、それを僕が支持しているということです。で、水平誘引の方はですね、研究の方でもですね、効果があったものと効果がないものがですね結構いろいろありまして、そこがちょっとねっていう感じがありますね。あとやっぱ手がかかるっていうのがね、一番の、ネックなところ、ではあります。ビニールハウスとかですね家の敷地が狭いとかですね、こういった空間的制限がある、人とかでしたら、枝をですね引っ張って、高さをですね、適心、短縮させてあげて、管理するっていうのがですね、そうせざるを得ない、状況、であればそうするんですけれども、ここはね、自由なので、そういうふうにしているというような現状、です。熱帯果樹とかですね、かゆいすいません、熱帯果樹とかですね、アボカドとかはですねやっぱ木が、樹勢が強くて高くなりますから、でこの高くなってるうちはですね花芽の誘導があまり起きにくいんですね。なのでこの高くなる成長を止めてあげて、で枝もね水平にしてあげて、この花芽の誘導を促すっていうことがですね、従来やられているわけなんですけれども、あと根域制限ですね、やられているわけなんですけれども、それを少しやめております。はい、そうなんですよね。で気が小さいうちにですね水平誘引をしたところで、花芽の誘導が取れるかどうかっていうのはですね、過去の論文とかを読んでもあまりですねどうなんかなっていうのが、正直なところです。
で、もちろんですね、その水平誘引をしたからとかですね、あと根域で根の、広がる位置を抑えたから、花芽の誘導ができて果実が収穫できたよという報告もありますし、でそういった、方々もですね、実際にいるのはいるんですけれども、この辺がですね、じゃあ例えばその実際にその水平誘引したものとしてないもので比較した、のかどうかっていうのがですね、現在こうサンプル数がちょっと少なくてですね、あまり分かりづらいっていうのがあって、で僕たちはですね、やめております。でやっぱりですね、水平誘引、ペットボトルでやってすごく楽な部分もあるんですけれども、少し手がかかるんですね。100本とか200本とかね、ある木に対して、全てできるのかと言われると、僕のこのね怠け者の性格から言うとおそらく無理ですし、で、もちろんですけれども、うちらはこういうふうにオープンエアでですね、外で、路地でやっているので、こういうふうに、自然的にですねワット大きくできますけれども、ビニールハウスがあるとかですね、家の庭でこう隣の、人たちのこうね場所に干渉してしまうとか、そういった時にはですねやっぱり、摘心をして低くする、とかですね、そういったことが求められるんですけれども、こういう空間ではですね、もう自然に、自然が、持っている、力のまま、出力するっていうのがですねこう、いいんじゃないかなというふうに考えております。ちょっと比較検証してもいいですけれども、僕の性格上できるのかなっていうね、なんかそこのね、障壁がありますよね。そんな感じですね。はい、今回はですね接ぎ木の様子ですね、1年5ヶ月、くらいの接ぎ木の様子をシェアさせていただきました。この動画がですね面白かったな、ためになったなという方はぜひ、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もしていただけると僕のモチベーションがねすごく高くなるっていうことになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。バイバイ。